今回は金消しに色付け動画シリーズ当時ものレギュラーサイズパート18サタンキングをペイントします。筋肉マン劇場版第3作の正義超人対古代超人に登場したキャラクター、いつものように水性アクリル塗料で色付けをしました。レギュラーサイズ金消しパート18のカプセルに同梱されていたブックレットです。裏面にこれまでのラインナップが文字情報としてずらり、表面はカラー刷りでこのパートの金消し写真やイラストがずらり。タッグ編最終版の筋肉マンやスニゲーター、ミートくん、ホークマンなども、このパートは劇場版第3作から5体がラインナップされました。まずは塗装前の状態です。40年超の経年劣化、汚れはありましたが、致命的な損傷などはなしでした。ペイントには大きくは支障ないので、そのままいつもの工程で下処理を進めていきました。当時もののレギュラーサイズ、高さは約4センチです。かかった時間は約40分の塗装でした。悪魔超人界の頂点に立つとされるボス超人です。塗装後のレビューを先に、彩色は濃い紺色、インファントリーブルーがメイン、紫と組み合わせたいかにも敵キャラ超人というイメージのカラーリングです。塗料は水性アクリルのファレホを基本に、下出るカラーを要所で使いながら、オール筆塗りで色付けをしていきました。下処理からペイントの様子は記録していますので、ここから詳しくご覧ください。金消しデカ消しの塗装はおよそこんな流れで下処理をしていきます。煮沸してゴム素材を柔らかくして形を整え、余計な油分や表面のホコリを取る。ベンジン漬け込みを一晩から2日して、過素材、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く。乾燥させミスタースーパークリアツヤ消しを全体に吹き、塗装の下地を作りました。そして塗装です。ペイントの様子はハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。ベースとして全身にまずファレホのパンツァーエース肌色ハイライトカラーを塗りました。よく下地作りに使っている明るいライトな部類に入るフレッシュカラーです。一手間ですが、この下地のあるなしでその後の色のりは違ってくるので、漏れなくしっかり塗っていきます。下地の完全乾燥の後、本格的に色分けをスタート。1色目は部分的に使った水色、モデルカラーのアンドレアブルーです。濃い色味の水色、首元や脚部のラインに。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の色塗りに使用した塗料はこちら。続いて目です。ゲームカラーのブラッディレッドです。鮮やかな赤カラー。メインカラーの一つ、紫です。ゲームカラーのエイリアンパープルです。少し青みを持った紫。これが隠蔽力抜群で、とても塗りやすい塗料です。下地が効いて色は乗っていきますが、それでも塗装面積は大きいです。色ムラが出ないように、下出るカラーのテクニカル、ラーミアンメディウムという溶剤塗料を使って、水で薄めながら色をのせていきました。フォローで入れる下出るカラーはホビー用の水性アクリル塗料で、イギリス発の独特の形状のボトル入り塗料です。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシを使って時短させ、効率よく塗装しました。ファレホの隠蔽力が強いのは顔料の含有量、比率が高く設計されているということと、その粒子一つ一つが細かく、そのため均一に塗れるという特性を持っていることによります。こちらは標準的な銀です。ゲームカラーのシルバーです。一部口元には紫の色味を変えて、ゲームカラーのラストフルパープルを使用しました。そしてメインボディカラーのモデルカラー、インファントリーブルーです。濃い色味の紺色。粘性高く隠蔽力も強いカラーです。最初薄く色をのせて面積が広いので塗ってるうちに乾いてくるんで、そこに色をのせていくという流れで作業を繰り返しました。広い面積は筆で塗りに行って引っかいてしまうとムラになりやすいので、先端で叩いて色をのせていくイメージで作業をしました。ファレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。モデルカラーはファレホの筆塗りのスタンダードです。色数も多彩で様々なジャンルの模型、プラモデル、フ
フィギュア塗装に応用できます。水溶性で無臭、速乾、均一で色ムラが出にくい、マットな仕上がり、これらが何といってもファレホの魅力です。サタンキングは宇宙の大魔王の異名を持つ宇宙の悪の支配者で、超人強度は1800万パワーの設定でした。地球上に正義超人が集まることを予想して、大昔から部下を密かに送り込んでいました。それがストーンサタンであり、埴輪サタン。子供を人質に戦いを挑み、バッファローマンを倒しますが、最後は一騎打ちとなった筋肉マンに筋肉ドライバーで倒されました。最後はボディの、これはマントの留め具になる部分だと思いますが、ゲームカラーのゴールドイエローを使用しました。塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペン、クリアを全体に吹き付け、乾燥させて完成です。台座をつけて塗装後です。フロントビューからリアビューまで。これまでの制作記録から、関連する超人を丸腰製のデカ消しで、まずは青森マンです。チリイースター島の出身、デカ消しでは第3弾 C 型でラインナップされました。劇場版第3作の古代超人、ストーンサタンのモチーフになったパーフェクト超人です。デカ消し第7弾 G 型のドグーマンの素体を古代超人、埴輪サタンに寄せたカラーでペイントしたものです。埴輪と名乗っていますが、実際は土偶がモチーフで、青森県の博物館展示の遮光土偶から変身しました。その埴輪サタンと戦ったのは力士マンです。丸腰製デカ消しでは第5弾でラインナップされました。埴輪サタン戦はサタンタワーで行われ、重傷を負うもルービックキューブ張り手で撃破します。そして今回のサタンキングとも戦ったバッファローマンです。デカ消しでは第1弾 A 型でラインナップされた造形のものです。劇場版では2回目の登場。先のストーンサタンはハリケーンミキサーで倒します。ということで今回は筋肉マン金消し塗装当時物レギュラーサイズパート18のシリーズのサタンキングを劇場版登場カラーを参考に水性アクリル塗料にてペイントをしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。